100キロもの距離を、しかもずーっと雨に降られながら歩き続ける。いやー、ちょっと想像しただけでもその過酷さ伝わってきますよね。今回はですね、そんな極限とも言える状況で、なんと自己ベストを叩き出したあるウォーカーの物語を一緒に見ていきたいと思います。もしあなたが100キロウォークに参加してスタートからゴールまでずっと雨が降り続いていたらどうしますか？いや、もう考えただけで心が折れそうですよね。今回はまさにそんな最悪のシナリオに正面から挑んだ一人のウォーカーのちょっと信じられない記録を追っていきます。これ見てください。雨だったのに自己最短記録の21時間29分で完歩しました。雨なのにって思いますよね。これ先日開催された東京エクストリームウォークでのまさに驚きの結果なんです。でもね、本当にすごいのはこの数字の裏にある壮絶な道のりなんですよ。さあ、物語は小田原から始まります。頼む、今日だけは降らないでくれ。そんなウォーカーの切実な願いも空には届かず、スタートの合図とともに無情にも冷たい雨がパラパラと降り始めたんです。スタートしてすぐウォーカーは高性能のジャケットをさっと羽織ります。これめちゃくちゃ重要なんですよね。というのも長距離ウォークで一番怖いのが汗冷え。雨で濡れるのはもちろんダメですけど、自分の汗でウェアの中が蒸れて、それが冷えて体温を奪っていく。これを防ぐことがこの長い戦いの最初の、そして最大のポイントだったんです。体の準備ももちろんですが、それ以上に大事だったかもしれないのがこの心の準備ですよね。気持ちを上げるためのタトゥーシールを貼ったり、ゴールにいる未来の自分にメッセージを書いたり、これから始まるとんでもない困難に立ち向かうためにスタート前から自分自身としっかり向き合っていたんですね。実はですね、このウォーカー、雨の中の100キロウォークは初めてじゃなかったんです。だからこそ過去の本当に苦い経験から学んだちゃんとした戦略を持って今回の挑戦に臨んでいました。その具体的な対策がこちらの4つです。これすごくないですか？過去の失敗を徹底的に分析してるんですよ。足の豆対策、靴の浸水、ガジェットのバッテリー問題、そして撮影方法まで。考えられる弱点をスタート前に一つまた一つと着実に潰していく周到な計画があったわけです。さあ、準備は万端。小田原城址公園を後にしていよいよ100キロ先のゴールへ。ここから本当に長くて、そして過酷な雨との戦いが始まりました。その道のりをちょっと時系列で見ていきましょうか。まず21キロ地点、いきなりメインカメラのバッテリーが切れるトラブル。さらに湘南のあたりでは雨も強くなる。でもすごいのはそんな中でもペースは落ちてないんですよね。67キロ地点ではなんと予定より1時間も早く着いてご褒美のカップヌードルを食べる余裕もあったとか。いやはや距離との戦いだけじゃなく、機材トラブルと悪天候っていう二重万重の戦いだったことがよくわかります。でもね、ただ辛いだけじゃなかったんです。そんな過酷な道のりの途中でふと顔を上げたら、こんな光景が目に飛び込んできたそうですよ。雨に濡れて光が優しくにじむ横浜みなとみらいの夜景。こういう厳しい挑戦の中だからこそ出会える予期せぬ美しさってありますよね。折れそうな心を支える大きな力になったそうです。止むことのない雨、じわじわと体温を奪っていく寒さ、そして次から次へと襲いかかる機材のトラブル。20時間以上にわたる長い戦いの末、ついにゴールが見えてきました。そしてスタジアムへ最後の一歩を踏み入れる。とてつもなく長かった100キロの旅が今まさに終わろうとしています。そして記録は21時間29分。信じられますか？容赦なく降り続いた雨の中、ただゴールしただけじゃない。なんと自己ベストを更新したんです。これこそ困難を乗り越えた者だけが味わえる最高の瞬間ですよね。もうやり遂げたっていう半端ない達成感がカナダ中を駆け巡ったに違いありません。さて、この素晴らしい結果、でもちょっと冷静に振り返ってみましょうか。あれだけ念入りに準備した改善策、一体どれくらい効果があったんでしょう。気になりますよね。ここでウォーカー本人による正直な自己評価を見てみましょう。4つの対策、結果はどうだったんでしょうか。この結果どうです？ちょっと衝撃じゃないですか。
なんと万全を期したはずの4つの対策のうち3つが失敗。足の豆はできちゃうし、靴はびしょ濡れ、頼みのバッテリーも壊れちゃう。唯一予備のカメラがあったことだけが大成功。この結果が物語っているのは、こういう挑戦がいかに計画通りにいかないかっていうことなんですよね。じゃあなんでこんなに準備が通用しなかったのか。それは今回の雨が春の大会の時とは全く質が違ったからなんです。ざーっと激しく降ってカラッと晴れるんじゃなくて、一日中しとしとじとじとと執拗に降り続く冷たい雨。これが体温と、そして何より気力をじわーっとでも確実に奪っていったんですね。そしてこの本当に過酷な経験から得られた教訓がこれなんです。最大の達成感は物事がうまくいった時ではなく、全てがうまくいかない中で成功した時にこそ得られる。これなんだか僕たちの人生にも通じる話じゃないですか。計画通りにいかない、予期せぬトラブルだらけ。でもそれを乗り越えたからこそ、このゴールは何者にも代え難い格別なものになったわけです。さあ、ここまで聞いて皆さんならどう思いますか？こんなに大変な思いをしてもう一回やろうって思いますかね？正直もうコリゴリだよって思っても不思議じゃないですよね。でも彼の答えは力強いイエスでした。また晴れた日に歩きたい。次こそは晴れてほしいと切に願いますって。いやー、すごいメンタルですよね。この過酷な旅で得た痛みと、でもそれをはるかに上回る達成感と、そしてたくさんの教訓を胸に、彼の挑戦はまだまだ続いていくようです。